桜井空。桜井三女でしたか。どうぞ座って。僕は藤原家の分家の子で、叔父の養子でもあるんだ。僕みたいな分家の子が最近家にたくさん来てるんだ。後で食事の時に多分会えると思うよ。中には厄介な奴もいるけど、でも兄さんがいるから、誰も君をいじめたりしないよ。今日は何か特別な家族の集まり？藤原家がこんなに仲のいい家族だとは思いもしなかったわ。もちろん違うよ。彼らは後継者の座を奪いに来たんだ。藤原家は後継者を変えるの？君も必要ないと思うだろう。兄さんが一生立てなくても影響はない藤原家を束ねるの右力にはね。僕にもわからないよ。なぜおじさんがこんなことをするのか。最近のあの親子の関係は昔ほど良くないんだ。僕も不安だよ。藤原家の養子だと言ったわね。それなら、あなたも後継者候補に入ってるの？桜井さん、冗談はやめてください。僕のこの体じゃ、30まで生きられれば幸運ですよ。まさか僕が当主の座を狙うなんて。人の欲望は体の強弱とは関係ないわ。藤原家を手に入れたいなら、たとえ明日死ぬとしても、今日行動を起こす妨げにはならないわ。大丈夫ですか？あ！レン兄さん、魚を焼きに来たぞ。レン兄さん。レン兄さんが水に落ちたぞ。誰かが突き落としたわ。人殺しだ。どうするつもりだ？どうするって？まだそんなこと聞くのか？お前が選んだ婚約者はこの藤原家に来た初日にレンを水に突き落としたんだぞ。あれはまるで人殺しだ。それでどうしろと？婚約は破棄だ。あいつの結婚は許さ。どうしてレン兄さんを突き落としたの？人殺しと同じよ。わかってるの？聞いたわよ。あなたが兄さんの婚約者なのね。でも今日以降は違うだろうけど。いいのがレする気か。ここにいる全員がこの目で見たんだからな。兄さんが後ろ盾だからって安心できると思うなよ。レン兄さんの藤原家での地位は兄さんとほとんど変わらないんだぞ。何か言いなさいよ。どうして何も言わないの？やましいからでしょ？よくも避けやがったな。何をしてるんだ？桜井家の羊と乗る人が施設に現れた。玉川氏の桜井家の本物の令嬢だと言った。お嬢様。11、まさくん死に追いやった奴らは玉川氏にいる。でも奴らは権力者で私たちには手が出せない。手が出せないって？玉川氏、私が来たわ。おっとお嬢様、お気をつけください。あんたが空だね。父親にそっくりだよ。って足が長くてね。空ちゃん。私、お母さんよ。お母さん？お母さん。どうしたの、たまちゃん。また具合の悪いの？たまちゃん、もう泣かないで。お母さんを取ったりしないよ。そうだろ？空。歓迎されてないみたいね。なぜ黙ってるんだい？まるで口が聞けないみたいだ。リュウさん、この子を2階で着替えさせて、今夜のパーティーで恥をかかせないでおくれ。私たちさ、暗い家の顔にね。お母さん。桜井空だっけ？どうしてあなたを連れ戻したかわかる？愛してるからじゃないわ。藤原家との政略結婚に必要なのよ。だって、私は死んでも足の悪い男には嫁がない。だからあなたが一夜にしてみすぼらしい孤児からお嬢様になれたのは、私が最大の恩人なのよ。でも感謝は不要よ。なぜなら惨めな姿で追い出してやるから。桜井家のものは、塵一つあなたの手には渡さない。11ちゃん、覚えておきなさい。よく聞くんだよ。もし本当に普通の家族の愛情が欲しいなら、桜井家について一番大事なのは口数を減らすことだ。もし家に帰って初日に追い出されたくないなら、絶対に喋っちゃいけない。一言も喋っちゃダメだ。今夜思い知らせてあげるわ。身分の違いというものをね。見て、あの車椅子の廃人、あなたの婚約者よ。あなたにはもったいないけど、彼側偉人じゃなきゃ、彼は玉川氏で最も価値ある男よ。いつからあんな姿になったの？今月、
あんたが何人気絶させたと思ってるんだ。少しは口を慎め。じいさん、マジでうざいんだけど。これがあなたの20年以上外で育てたあの子ですね。先生が空ちゃんが病弱だというので、外で育てたんです。ほら、そっくりでしょ、うちの夫に。確かに。あなたたちの子ね。たまこよりずっと綺麗だわ。悪くない。あら、おやめください。たまこは、あなたも成長を見守ってきた子です。あの時は彼女、私の大事な孫嫁だと思っていたが、彼女には20年も良くしてやったのに、玉木が事故に遭った途端、嫁ぎたくないと言い出したのよ。嫁ぎたくないとは何事だ。うちの死んだじいさんたちが最初から決めたのは、まさに桜井家で生まれた3番目の孫娘よ。そうは言うけど、この子は20年も外で育ったのよ。どんな性格してるか分かったもんじゃないわ。うちの家系に悪い子なんているわけないでしょ。もう、この子は何をじろじろ見てるの。挨拶もできないなんて、内気すぎるんじゃない？もしかして、空って喋れないの？じゃあ、私が玉木と結婚するの？おばあちゃん、桜井三女と二人では、なしたいんだ。いいわよ。行っておいで。珍しいわね。10年以上知り合いなのに、玉木くんは玉子に少しも興味を示さなかったのに。あなたのお宅の三女が帰ってきた途端、一目置くなんてね。どうやらうちの孫も、私と同じで面食いみたいね。花園長児童養護施設の延長に引き取られた子が、あっという間に、玉がわしの桜井家のお嬢様になるなんて、桜井空さん、教えてくれませんか？一体何の企みがあるんです？五体満足で犬の散歩をしていた近所のお兄さんが、両足が不自由な名門の長男になるのも、たった一晩の出来事でしたよ。信じてください、藤原さん。私も、あなたと同じくらい驚いてるんです。教えてくれるなら別ですが、昨夜は中和町で見かけたあの犬の散歩をしていた人が、あなたの双子の兄弟だって。どうやら、お互い隠したい秘密があるようですね。私にはないわ。秘密を隠したがっているのは桜井家よ。私じゃない。あなたは、桜井家の人間じゃないんですか？まだ見極め中よ。あなたが見極めているのか、それとも、見極められているのか。どっちだと思う？どちらにせよ。桜井家に残る必要があるでしょう。桜井空さん、私の秘密を守ってくれるなら、あなたが桜井家に残れるよう協力します。どうです？どう協力してくれるの？簡単です。婚約を果たすんです。結婚する気はないわ。私も結婚する気はありません。だから、お互いに協力して、上辺だけの婚約者を演じればいいんです。交渉成立ね。もしもし、おじいさん。隣の孫園長が引き取った子。桜井空っていう子のことを話してくれないかな。どんな人なのか。たまこ、これがあなたの、田舎育ちの三姉妹？桜井家の品格とは違いすぎるわね。彼女、初めての上流社会で、まだ田舎臭さが抜けてないのよ。理解してあげて。そんなこと言わないで。姉さんは家に帰ってきたばかりで慣れていないだけよ。いくら玉木くんが不自由ゆでも、まさか、こんな女と婚約するなんて。ねえ、桜井家の三女さん、話しかけてるんだけど、振り向きもしないなんて、教養がなさすぎない？姉さん、そんなにお腹空いてるの？よかったら、羊に頼んで、温かい料理を作らせようか？田舎ではご飯も食べられなかったの？昔は一体、どんな生き活をしてたの？宝石を見たことある？ステーキを食べたことある？わかな。姉さんをからかわないで。実の姉なんだから。空ちゃんだったっけ？いいとこだよ。おばさんから帰ってきてから一度もはなしてないって聞いたけど、もしかして口が聞けないの？口が聞けない？ってことは、挨拶もしてないの？桜井家のお祖母様やおば様に。お母さんにすら何も言ってないの？ありえないわ。連れ戻さない方がマシだったわね。わかった？ここは私のテリトリーなの。姉さん、もし怖いなら、まず私たちと練習してみる？私は桜井玉子。あなたの妹よ。おばあ様やお母様は私を玉ちゃんって呼ぶの。あなたも玉ちゃんって呼んでいいわよ。絶対に喋るなよ。しっかり覚えとけ。相手を怒り死にさせるぞ。玉ちゃん、本当のお母さんに会ったことある？あなた、どうして？私は会ったわよ。私のところにひざまずきに来たの。あなたを桜井家から追い出さないでって。
彼女、エイズにかかってて治療費が必要なんだって。あなたが桜井家を離れたら治療費がなくなるのを恐れてたわ。たまちゃん、彼女にお金あげたことある？なんだって？何言ってるの？私の聞き間違い？桜井空、お前頭おかしいのか？いくら玉子に嫉妬してても、自分の妹にそんなこと言うな。このままだと桜井家はお前を認めないぞ。玉子、いい名前ね。本当の父親の名字知ってる？教えてあげようか？いい加減にしよう！私を撃つつもり？何様のつもり？私に手を出すなんて。桜井家が私を認めるかどうか。あんたに関係ある？そんなブサイクで。あんたも実の子じゃないんじゃない？あんたもまず、DNA 鑑定したらちょうどいとこと一緒にね。どうしたの？何の騒ぎ？蓮華は、顔が。迎え入れたばかりの三女が、たまちゃんは桜井家の子じゃないと。でたらめよ。そら、言っておくけど、たまちゃんは桜井家の一番大切な子なの。あの子が3歳の時、私は危うくガス中毒で死ぬところだった。もし妹が泣き叫んで人を呼んでくれなかったら、あなたは今日、私に会えなかったわ。桜井家はあなたに借りがある。私たち長老がちゃんと償うわ。だからといって、それに甘えて妹をいじめていいわけじゃない。もし育ての親が礼儀を教えてないなら、今日から私が教えてやるわ。桜井家にそんな過去があったなんて、おばあ様が玉子を可愛がるわけね。でも新入りの三女、さっき言ってたこと、嘘には聞こえなかったわ。田舎から戻ったばかりで、桜井玉子の待遇を見たら、ひねくれるのも当然ね。お母さん、空ちゃんにそんな言い方は帰ってきたばかりなんですよ。戻ってきてから。私を一度でもおばあちゃんと呼んだ？最低限の礼儀も知らないの？おばあちゃん、一日でも私を育てた？年長しゃぶるつもり？児童養護施設園長は、私に脳震盪になるまで殴られて。やっとおじいちゃんと呼ばれたのよ。それならおばあさんも一度私に殴られてみる。そしたらおばあちゃんと呼ぶわ。どう？頭おかしいんじゃないの？おばあ様になんてこと言うの？誰のおばあ様？あんたのでしょ。血も繋がってないのに、同じ祖母なわけないでしょ。慣れ慣れしくしないで。夢にも思わなかったよ。今夜こんな大騒ぎが見られるなんて。桜井家の新しい三女、頭おかしいんじゃないか？なんて恐ろしい口なの。頭の中どうなってるの？どういう神経してたら、こんな場であんなこと言えるの？これからは絶対に近づかないようにしよう。玉木くん、あなたの婚約者、怖い子ね。この婚約は、やっぱりやめにしない？もしもし、おじいちゃん。うちの隣の孫園長が引き取った子で、桜井空っていう子、どんな人なのか、教えてくれない？桜井空ね。彼女は孫さんの児童養護施設で引き取られた11人目の子だ。相性は11だよ。才能に溢れているが、性格は頑固で、思い込みが激しい。あと一つ、かなり口が悪いんだ。しかも時と場所を考えず、相手を怒らせることも気にしない。口が悪い。そうだ。8歳の頃に口先だけで大人を泣かしたこともあるらしい。だが、孫さんは彼女をすごく可愛がっている。だからきっとその子は、とても愛嬌のある子なんだろう。愛嬌がある？おばあちゃん。俺は、この婚約者、いいと思うよ。すごく気に入った。桜井家に、正式に婚約をもう仕入れよう。カイトとあんたがどうしようと、別に家をカイ与えようと、カイが家を送って留学させようとかってだけど、二度と桜井家で彼女の顔を見たくないわ。お母さん、空ちゃんは私の娘です。私を怒り死にさせる気。十数年前、たまちゃんは声を枯らすまで泣いて、このばあさんの命を救ってくれたのよ。それなのに、あんたはもう一人の娘に私の命を奪わせようって言うの？お母さん、なんてことをおっしゃるんです。空ちゃんとよく話してみますから。話すことなどないわ。あの子はどうせ私のことおばあちゃんだなんて認める気もないんでしょ？ああ、親を認めないなんて言ってないよ。あんたを認めないだけ。お母さんはまだ言ってないしね。たまここそが本当の娘だなんて。どうなの？あのばあさんみたいに、たまここそが本当の娘だって言うの？もしそうなら、私も認めるしかないね。来る場所を間違えたってね。お母さん。空ちゃん。お母さんは、たまこを20年も育てたのよ。追い出せ！早く追い出しなさい！あの子が、私を祖母と認めないなら、この桜井家も、あの子を孫として認める必要はないわ。さっさと追い出してちょうだい！ここで何を集まってるんだ？母さんが休みたいのがわからないのか？カイト！私に派手に追えないわ。あんたのその新しい娘はね、言っておくけど、この家にあの子がいるなら、私が出ていくわ。これからは、私の孫娘はたまこだけよ。母さん、まずはゆっくり休んで。みんなでよ！頭どうしたんだ？
空の仕業に決まってるだろ。おじさん知らないんですか。あいつがどんなにひどいか、タマコをいじめて追い出そうとしてるんだ。あいつを認めちゃダメだ。もういい。黙れ。桜井家のことに宝家のお前が口出しするんじゃない。お前は桜井空だ。11と4でもいいわ。なぜだ。私は児童養護施設で11番目に引き取られた子だから、みんな私を11って呼んでたの。あなたはもう孤児じゃないのよ。順番から言っても、あなたは桜井家の三女よ。ダッサい。じゃあ空ちゃんにしよう。可愛いじゃないか。空ちゃん、これだけは言っておく。お前のおばあさんはタマコのことが大好きなんだ。それに年も年だから刺激に弱いんだ。だからせめておばあさんのためにも私たちはそう簡単にはタマコを桜井家から追い出せない。私からも言っておくわ。私は大嫌いなの。桜井タマコもあのばあさんもね。私とあの人たちの間であの人たちを選ぶなら親だなんて認めないから。私が執着してるとでも桜井家に。玉川自然体で誰も見たことがないこんな態度でお父さんに話しかけるなんて。なのにお父さんは怒っていない。空ちゃん、そんな選択を簡単に口にするんじゃない。お前が言うあのばあさんは私の母親だ。タマコはたとえ血のつながりがなくても私とお母さんの養女だ。20年も一緒にいればペットだって情が移るものだ。ましてや人間ならなおさらだ。おじさん、桜井家に執着してないんだから、まずは空を追い出すべきです。5年経って行儀を学んでから戻ってきても遅くない。その頃にはおばあさんも怒りが収まるはずです。いっそのこと、私の婚約者を藤原家へ連れて帰るというのは、桜井おじさん、いかがでしょうか。君の婚約者、誰だ。もちろん、桜井三女の空さんですよ。この婚約を認めたのか。否定したことはありませんよ。おかしいな。記憶が正しければ、君が成人して以来、両家が何度も話題にしたこの婚約を、藤原家長男の君はいつも耳を貸さなかった。だからてっきり、この話はなかったことになったと。あまりはっきりとは言いたくないんですがね。どう思います？それはダメよ。婚約しているとはいえ、桜井家の娘が軽々しく藤原家に住むなんて。聞こえただろう。それは残念ですね。これからの時間、もっとお互いを知りましょう。玉がわしのことは詳しいですから、行きたい場所があれば、案内しますよ。本当に、玉木を嫌っているのか。足が不自由だからって、このままでは、桜井家派彼女のせいで、玉がわしの上流階級の敵になるぞ。ああ、いつでも連絡して。玉子さんがおばあ様が育てたようなものですから、その愛情には長女親父なんでさえ叶いませんよ。きっと今後も手放せないでしょうね。桜井家の使用人は、みんなそんなにおしゃべりなの？朝から気分が悪いわ。君の運が悪いだけだよ。一番おしゃべりな人に当たったんだ。そうだろ、ラサ。一人だけ？お前が起こした騒ぎで、昨夜はみんなヘトヘトだったんだ。よくぐっすり眠れたな。お兄ちゃんって呼んでみ。先にリモートって読んでみてよ。気持ち悪い。俺は玉子のことも呼び捨てにしてるのに、なんでお前をそんなに親しげに呼ぶんだ。多分、私が実の娘で、玉子は偽物だからじゃない？玉ちゃん。おばあちゃん、もういい歳なんだから、階段で走るなんて危ないわ。この疫病神が、私を殺す気かい？なんでまだ桜井家に座ってるんだ？偽物って、誰のことだ？今すぐ桜井家から出て行け。落ち着いて、体に触るわ。長さん、おばあちゃんをへやへ。私は、桜井和常、あなたの姉よ。お姉ちゃん。おい、どういうことだよ。都合良すぎないか。姉ちゃんって呼ぶの早すぎだろ。考えたことある？おばあちゃんが怒りのあまり、階段から落ちたらどうするの？ないわ。今後は少しは考えてね。出張に行ってくるわ。このカードに5000万に次元は言ってるから、お小遣いにしなさい。今後は毎月振り込むわ。聖勝日の300万に次元をね。私に？ええ。外でトラブルを起こしたら、玉子に頼ってもいいわ。お前は本当に桜井玉子が嫌いみたいだな。嫌って当然でしょ？理由はどうあれ、彼女を嫌わない方がいいわ。おばあちゃんのいる限り彼女を追い出すのは無理よ。それにお母さんも心から20年間愛してきた追い出せないわ。それで？嫌っても無駄だし、自分が窮屈な思いをするだけだ。私に窮屈な思いをさせる人なんていない。本気で思ってるの？私がいるのに、桜井玉子がまだこの家で平気な顔できると？安心して窮屈な思いをするのは私じゃないから、バイバイ。この性格、ちょっと怖いな。
少なくともいじめられることはないから、いいんじゃない？お母さん、若菜が言ってた。もし空ちゃんを顔合わせに連れて行かないと、今後は参加させないって彼女たちのパーティーに。これじゃ私は、どうやって社交界でやっていくの？空ちゃん。三女様、お電話です。私に？はい。藤原玉木、坊ちゃんが遊びに行かないかと、運転手とガイドをするそうです。玉木に伝えて、今日は顔合わせがあるから、会う暇はないって。場所を送って。玉木坊ちゃんがその場所を教えてほしいと。空ちゃん、行くからには、少しは守りなさい。この世界のルールを、やたらとビンタするとか、口にするんじゃない。なるべく手も出さないように。お姉ちゃんはまだ来たことないよね。こんな高級な場所に。ここは森本家が若菜が16歳の時にプレゼントしたワイナリーなの。普段のパーティーはほとんど彼女が主催してるのよ。彼女は賑やかなのが好きで、名義のワイナリーや別荘。それから競馬場は私たちがよくパーティーをする場所なの。ありがとう。うん。桜井家で育ったって知らなきゃ、てっきり森本家の使用人かと思ったわ。すごいわね。嘘でしょ？本当に藤原さんが来たわ。しかも玉木ったら、あの田舎娘と一緒に来るなんて。あなたって、あまりパーティーに出ないのね。みんなあなたが来て驚いてるみたい。俺は忙しいんだよ、婚約者さん。だから早く、俺のことを知ってほしいね。そうすればわかるはずだ。俺みたいな婚約者を拾えて、君にとって、どれほど光栄なことかがね。足は大丈夫ですか？光栄の意を示したの。文句はないわよね。君は本当にトゲだらけだな。敵味方構わずさしてくる。選ぶる人が嫌いなだけよ。心配ありがとう。でも私がいるから、このお嬢さんの助けは不要よ。桜井さんって、独占欲が強いのね。その通りよ。玉川市には、私の婚約者を好きになる女が一人もいないって聞いて、安心したわ。お姉ちゃん、これが玉川市の上流社会よ。どうかしら、あなたは適応できそう？お姉ちゃん、私演奏してくるね。楽団の中心派臨身集だ。家の裕福さでは他の人に及ばない。桜井さん、今の曲、感想を聞かせてくれる？新週のオリジナルなのよ。いい曲ね。それだけ？他に？すごく適当ね。私に不満でもあるの？それとも、新週の曲が大したことないって？別に。つまり評価できないってこと？あなた今まで聞いたことないんでしょ？生演奏なんて、コンサートホールには行ったことある？あっちが児童養護施設で育ったって聞いたわ。道理で、昨日桜井家のおばあ様はあなたを認めてないみたいね。おばあ様は、あなたみたいな実の孫が気に入らないんじゃない？それじゃあ、桜井家を追い出されちゃうんじゃない？あなたも入ったら私たちの楽団に楽器ができなくても大丈夫よ。トライアングルを持てばいいわ。トライアングルが何か知ってる？私もともと若菜はこの界隈でそれなりに顔が利くの。私のパーティーへの参加も、新州の楽団への加入も、きっとあなたが桜井家に残る切り札になるわ。そうでしょ、リーン。そうそう。もともと家のお嬢様はプリンセスですからね。たとえあなたがプリンセスのメイドになっても、この界隈では最高の地位を得られますよ。大げさに言ってるけど、まあそういうことよ。考えてみて。あんたのお姫様が頼んで私を読んだんでしょ？中堅さん。早く言ってよ。お姫様のための中堅の集まりだって。それなら、たとえ玉子を玉川市から追い出しても参加する気なんて起きないわ。誰が中堅だって？あんたのことよ。お姫様の忠実な犬でしょ？ああ、それと、トライアングルをやれって？なんだ？田舎者のくせにピアノでも弾けるってのか。できるもんなら一曲弾いてみろよ。まさか、サルメラ？ここどこだと思ってるの？このチャルメラ、
どうやって持ち込んだの？彼女が私たちの輪には行ったのと同じで、場違いね。さすが田舎者だな。まさか一曲吹いて俺たちをあの世に送る気か。気持ち悪い。目立ちたいにしても、やりすぎでしょ。どうしてチャルメラで？これしかできないの？それとも別の理由？チャルメラが合うから、あなたが書いたそうね。なかなかいい曲じゃない。そうでしょ？私もいい曲だと思うわ。あなたの腕もすごくいい。だから今あなたを私の楽団に誘うわ。どの楽器を担当しても主席にしてあげる。どうかしら？お断りよ。どうして嫌なの？こんなに才能があるのに、楽団にはいらないなんてもったいないわ。これからはあなたの好みに合わせて曲を書いてあげるから。空子、空ちゃん、お願いよ。私の楽団には行って。お断りよ。これでどう？私のチャルメラすごいでしょ？ちょっと、新人さん、少し調子に乗りすぎじゃない？桜井家でのチーすらまだはっきりしてないのに、私のパーティーで暴れるなんて、玉がわしから追い出されたいの？おめでとう、中堅さん。どうやらあなたの中堅ライフも無駄じゃなかったみたいね。お姫様に一度かばってもらえたんだから、これでまた10年は尻尾を触れるわね。この田舎者が、いい加減にしろ！俺の婚約者を、田舎者だのと馬鹿にしてくれたな。俺のことを舐めているのか。何よ、玉木坊ちゃんはこの田舎者を本気で。たとえ、桜井家がまだ彼女の身分を認めていなくても、彼女は俺、藤原玉木が認めた、唯一の婚約者だ。行こう。今後こんなつまらない集まりには、もう来なくていい。手を引かれたままじゃ、どうやって車椅子を押すの？片手で押せないのか？変な姿勢になるでしょう。じゃあ、両手で押せばいい？嫌よ。あなたが片手で自分で車輪を回してよ。最初から電動車椅子にすればよかった。じゃあなんで電動車椅子にしないの？手動車椅子を押してもらう方が、様になるだろう。かっこつける人、大嫌い。チャルメラはどこで？かなりの腕前だね。長年習ってたんだろう。花園長寺童謡語施設。いろんな楽器があるのに、どうしてチャルメラを？選んだんじゃないの。4歳の時、施設の友達が亡くなって、お葬式を出せなかったから園長が演奏隊を作って見送ったの。私がチャルメラ担当で。子供の頃は結構優しかったんだな。園長が入らないならって、毎日お弁当に玉ねぎを入れるって言ったの。玉ねぎは大嫌いなのに。何笑ってるの？いや、別に、ふと思い出したんだ。君は僕より7つも下で、まだ子供なんだなって。子供と婚約するつもり？もうキスだって、ベッドを共にだってできるとしよう。忠告しておこう。むやみに男に対してそういう話をするな。変質者に狙われるぞ。他の人の前では言わないわよ。でもあなたは足が不自由な体でしょ。気づかなかったな。花園町がこんなにワイルドな街とは。そっちの玉がわしにはまけるわ。初対面の相手に婚約を申し込むなんて、しかも相手は子供よ。知ってるか？口答えするのも子供の特徴なんだぞ。自分のこと言ってるの？じゃあ私より年上のその6年ちょっとは無駄に生きたってことね。もういっか。言ってみろ。パティシエに頼んで、君のアイスに玉ねぎを入れるぞ。なんて意地悪な大人。わかればいい。もし僕が婚約を申し込まなければ、君は確信できなかったはずだ。自分が確実に桜井家に残れると、おばあさんの拒絶や玉子からの悪意を受けても、君はずっと耐え続けるつもりだったのか？ええ。そうまでして、どうしても桜井家に残る理由は何だ？たとえ見知らぬ僕と婚約してでも、絶対にここに残るなんて、桜井家で何を手に入れたい？誰もが持っているものよ。私はただ、本来私が持っているべきものを手に入れたいだけ。君が言っているのは、桜井家の財産でも、お嬢様の立場でもないだろう。君が求めているのは、両親や兄弟のことだね。本気で思っているのか？それが必ずしも良いものだと。昨日の様子を見た限りでは、ご両親は、どうやら完全に君の味方というわけではなさそうだが。誰も私の言うことを聞かないなら、母親として、祖母として、桜井家に居続けても意味がないわね。カイト、別の家を探しなさい。
タマコを連れて引っ越すわ。ここに残って、あんたたちの可愛い娘に寿命を縮められるより、マシよ。これは、私への当てつけね。鬼坊さん。お前が厄介事を起こすからだ。会社に着いたばかりなのに、呼び戻されたんだぞ。何の会議？見てわからないか。家族会議だ。お前をどうするか決めるんだ。おばあちゃんが桜井家の大黒柱なのに、出ていくなんてダメよ。お姉ちゃんは私を嫌ってるから、私が出ていけばいいの。もうすっかり大人だし、自立する時期かもしれないわ。おばあちゃんは心配しないで。そんなのダメよ。うちのタマちゃんは小さい頃から宝物のように大切に育ててきたの。これからもずっと私の可愛い孫よ。構ってもらえなくても、ひいきされても、大丈夫よ。私が倍愛してあげるから。おぎぼさん、タマコを放っておいてなんかいません。そうね。よく構ってくれてるわ、タマちゃんが。いえ、でも外でも空に散々いじめられてるの。黙って耐えさせるなんて、それが構ってるってこと？おばあちゃん、お母さんを責めないで。私には十分よくしてくれてるわ。ただ、お姉ちゃんは外でいっぱい苦労したし、お母さんが埋め合わせるのは当然よ。お父さんたちを責めるなら私を責めるのと同じよ。私がみんなと離れたくなくて、ずうずうしくこの家に居すがってるせいなの。桜井家にいるのにずうずうしくなんかないわ。ずっとお母さんの娘で、おばあちゃんの孫よ。誰も追い出さないわ。そうよ、そうよ。お姉ちゃん、私はずっと、お姉ちゃんの妹。もちろんよ。なに？焼き餅焼いた？本当に焼き餅を焼ければよかったわ。私はそのために来たのよ。母さん、もう怒らないで。端が一善増えるだけじゃないか。どうしても空ちゃんが嫌なら、いないものと思えばいい。いないものと思えるわけないでしょ。他の人はどうなの？タマちゃんから聞いてないの？今日初めて集まりに出かけたのに、森本家取り柄の子2人とも怒らせたのよ。家族の平和のためにも、世間での評判のためにも、これ以上意義を唱えるなら、この老いぼれに桜井家から、出て行けと言っているのと同じよ。それなら、タマちゃんを連れて出て行くわ。あんたたち、家族だけで仲良くやればいいわ。わかったわ。それなら、私が娘を連れて出て行くわ。
どいてちょうだい。まさかあなたが、こんな冷酷で薄情な人間だとはね。この疫病神が戻ってきてから、あなたは20年も育てた玉子のことを忘れたばかりか、母親の私まで捨てる気なのね。そうでしょ？母さん、まずは落ち着いて話があるなら中に入ろう。入って。入れられるわけないでしょ。あなたの娘の許可なしに、誰がこの家には入れるの？じゃあどうしたいんだ？このまま玄関先で笑い物になる気か？この疫病神が桜池に戻ってきてから、桜池はすっかり鎌川市中の笑い物よ。母さん、あの子は俺の娘だ。疫病神なんかじゃない。母さんの孫娘でもあるんだ。あなた知ってるの？今日藤原家で何があったか、古い友人から電話があったのよ。この礼儀知らずが蓮を池につけようとして、さっきやっと意識が戻ったとね。今の玉木はただの二度と投資の座を告げない不具者よ。この疫病神はどんな手を使って玉木をたぶらかしたか知らないけど、あんたたち全員後ろ盾を得たつもりで、私にまで偉そうにして。でも玉木をよく見てみなさい。あいつはただの廃人よ。そらなんか相手にするわけないでしょ。母さん、もうやめてくれ。そもそも私があの子を戻らせたのは、もともと玉子の代わりに、先のない廃人に嫁がせるためよ。玉子は桜井家で20年も大事に育てたの。そんな苦労できるわけないでしょ。なのにあんたたちバカは。それがどうよ。藤原家であんなことをして藤原栄を怒らせたんだから。これじゃあ廃人にすら嫁げないわ。しかもこんな疫病神のために、私の玉ちゃんをこんなにいじめるなんて。今は何よりもまず、藤原栄と藤原家の怒りを鎮めることよ。じゃあどうすれば怒りが収まると思うの？そらちゃん。謝りに行くに決まってるでしょ？向こうの言う通りにするのよ。たとえ向こうが殺人未遂で訴えようとも、おとなしく被告席に座りなさい。あなたが従順なら、桜井家も少し果てを回して楽にしてあげるわ。一応桜井家の血筋だからね。そう？それはどうも、とても光栄ね。今の藤原玉木はただ二度と投資の座を告げない足の不自由な男よ。この疫病神はどんな手を使って玉木を誘惑したのやら。あんたたちみんな大きな後ろ盾を得たと私の前で偉そうにしてるけど、玉木を見てみなさい。彼はただの廃人よ。空置きにいるはずないわ。あんた最初私が戻すことに同意したのは、そもそも玉子の代わりに、あんな将来性のない廃人に嫁がせるためよ。さてと、探すわよ。玉木のラインはどこかしら。あった、送信。念を押しておこう。この録音を藤原家のおばあさんにも聞かせてって。わかったってさ。わかったってさ。嬉しい？クソババア。私に怒らされるとわかってるのに、わざわざ怒られに来るなんて。時々人間って本当に理解できないわ。マゾなの？死にたがる人は止めないわ。お母さん、お腹すいた。先にご飯食べるね。カニ味噌小籠包を食べるときは気をつけて火傷しないようにね。わかった。空姫、お母さんとはなしできる？いいよ。空姫、お母さんね、あなたがどう思ってるか知りたいの。どのことについて？何のこと？おばあちゃんに対して、それから玉子に対して。どう思ってるの？どう思ってるかって、別に私はおばあちゃんだなんて思ってないし、わけもなく私の邪魔ばかりするただの老婆ってだけ。玉子に関してはあなたたちの顔を立ててもう十分よくしてあげてるわ。私が嫌いな人は何とかして破滅させるの。これからどうするつもりなの？教えないわ。教えたらどうにかして、あの女を守るでしょ。どうして泣くの？玉子が心配なの？空姫、一体どうやって育ってきたの？お母さんがあなたを迷子にしなければ今よりもずっと何万倍も幸せになれた。お母さんね、あなたの過去が知りたいの。学校でいじめられなかった？ちゃんとご飯食べて眠れてた？守ってくれる大人はいた？愛してくれた？でもねお母さん、怖いの。もし私の想像以上に辛い思いをしてたらって、お母さん耐えられない。おかしくなりそう。空姫、本当にごめんなさいね。どうすれば償えるのかしら。大丈夫。結構楽しくやってたからもう泣かないで。償いならもちろんよ。そのために来たんだから。これから数日、用事ある？あると言えばあるし、ないと言えばない。どうして？ないなら、一緒にクラブ並行、数日仕事に付き合って。お姉ちゃん、プレイしながら仕事するの？契約の話し合いがそこなだけよ。二人だけで？どうかな？玉子も行くかも。お姉ちゃん。我
玉川ボールクラブに契約の話で行くんだけど、一緒に行く？本当？遊びに連れてってくれるの？喜ぶのはまだ早いよ。空ちゃんも行くから。私が喜ばないわけないじゃない。ちょうどいい機会だわ。彼女とちゃんと話したかったの。話さなくていいわ。どうせ何もか議決しないでしょ。私はただ見たいだけ。あなたたちが果たして平和にやれるかどうかを、たとえ表面上だけでもね。お姉ちゃん、どういう意味？つまりね、これが最後のチャンスってこと。もし失敗したら、あなたを海外留学させるわ。どうして？面倒だからよ。毎回、あなたが空ちゃんにいじめられたって聞くのが、すごく煩わしいの。いじめたのは彼女でしょ。お姉ちゃんを煩わせてるのも彼女なのに、どうして私が追い出されなきゃいけないの？あの子は決して頭を下げないからよ。同じことをあの子に言ったって、振り返りもせずに言っちゃうわ。出て言ってないじゃない。おばあちゃんだってあの子を追い出していたでしょ。それでもサク、相手に居座ってる。でもおばあちゃんはあの子に何度も気絶させられたわ。それに彼女はおばあちゃんをばあさん呼ばわりする。私や両親はおばあちゃんみたいになりたくないの。だからあの子には逆らえない。だから私を監視するの？あなたにはそれが効果的だからよ。空ちゃんと違って、あなたは絶対に家を出ないわ。だからあなたは必ず私の要求に応えるでしょ。どうしてお姉ちゃん、前は私のこと大好きだったのに。今でも好きよ。だってあなたは20年代の妹だから。でもあなたの行動はエスカレートしてるわ。最初はただ何度もおばあちゃんを煽るくらいだった。その後は熱中症になるまで立ってわざと倒れたわね。空ちゃんの目の前で。このままだとナイフを彼女に握らせて自分を刺させる気。まるで私のことを心配してるみたいね。本当に心配してるわ。あなたと長話する暇はないの。答えて。クラブに行くの？他に選べるの？行くわ。未だに私には血当たりするくせに、みんなが自分をいじめてると思ってるのね。あなたも行く？あら、奇遇ね。二人は縁があるみたい。また会うなんて、加害者と被害者、殺人者と被害者。もしかしてお姉さんがあなたを被害者に土下座して謝らせるために？ちょっと赤な。やりすぎよ。彼女がやったことを言うのがやりすぎなの？藤原蓮を突き落としたでしょ。彼もあなたを怖がってるわ。初めて会った見知らぬ人にひどいことをする人を怖がらないわけないわ。藤原蓮はもともと体が弱いのに本当に悪質よね。自分の機嫌が悪いだけで自分の祖母や妹まで気絶させるんだから。他人なんて気にするわけないわ。外で育つと、こういう弊害があるのね。実の子だとしても、野良犬と変わらないわ。どうしてここに？年に賞退されたんだ。でも本当は、君が来ると聞いて、ここに来たんだ。ゴルフ、できるの？もちろんだよ。私はできないわ。こんな高級な場所には滅多に来ないから。じゃあ今日は思い切り楽しむといい。僕が先生になるよ。足が不自由なのに、どうやって教えるの？口頭での指導なら悪くないわね。桜井空、人の話が聞こえないの？桜井家に戻って随分経つのに、まだ直せないの？外で身につけた。その下品な癖。桜井家のしつけが足りないのか、それともあなたの本質が腐ってて、全く救いようがないのか。森本さんはどうやら私たち桜井家の教育方針にかなり不満があるようね。空は戻ってきたばかりで、確かにあなたたちとは話が合わないかも。何か言いたいことがあるなら、私に言ってちょうだい。初音姉さん、若菜はいつもあんな感じで気にしないでやってください。桜井三女さんもまさか気にしないですよね。後でちゃんと謝りますから。あら、腰巾着さん。また会ったわね。それからあなた、これで会うのはまだ3回目なのに。ふと、おかしなことに気づいたの。どうしてみんなの中で、あなただけが私を一番目の敵にして、必死に突っかかってくるのかって。私、さっき考えてみて、一つの可能性を思いついたの。もしかして、あなた、玉木のことが好きなんじゃない？え、若菜が玉木を？嘘でしょ？あんた、何適当なこと言ってんのよ！どうして私が彼を好きになるわけないでしょ。あんな障害者、容姿に。すべてを奪われる、役立たずの障害者なんて。なんで私が好きにならなきゃいけないのよ。あんな男、絶対好きじゃない。それならいいわ。私も望んでるわ。もう彼を狙わないでね。だって、彼はもう私の婚約者なんだから。それに私って独占欲が強いの。
奥へ向かってるけど、部屋は取ってあるの。取ってないよ。でもあなたなら、取ってあるでしょ。ああ。スイーツが食べたいな。パティシエを呼んでる。気が利きすぎだよ。婚約者の基本スキルさ。わあ。もう少し感情を込めていいんだよ。ちょっと押すよ。ああ。今のは良かったよ。若菜、彼女の言ったこと、本当じゃないよね。当たり前でしょ。本当に最悪。もうやめた。君のコントロール悪すぎるよ。すごく簡単なはずなのに。信じないかもしれないけど、昔習ってたんだから、少しの間、書くとうぎを。へえ、確かにそうは見えないね。スポーツ向いてないみたい。やっぱやめるわ。じゃあ僕が教えてあげようか、桜井参上。お願いしてみなよ。少女、大丈夫？桜井さん、狂ったの？わかってるの。こんなことしたら、頭に当たって、死ぬかもしれないって。死ぬかもしれないと。分かってて私に絡むなんて死にたいってことでしょ？あんたたち毎日掲示板で私をイカレ殺人鬼って言ってるくせによく私にまとわりついて暴言吐けるね。その行動を私にどう理解しろって言うの？ド M の虫なの？桜井参上、ゴルフできないんでしょ？僕が教えてあげるよ。ここにいる全員の中で僕が一番上手いからね。早く追って。リン、狂ったのか。桜井参上が僕の名前を覚えてるなんて光栄だね。あんた一体、若菜の荒いせ、それとも自分のため？若菜は本当に玉木が好きなの？違う。彼女の目が腫れてるのを見たわ。人前でも感情を抑えられないなら、裏では森本家のお嬢様は、一体玉木のために何度泣いたのかしら。本当にかわいそうね。マケーヌさん、彼女があんたのために泣いたことは？黙れ。あんたたちがどうだろうと、それが私に八つ当たりする理由にはならないわ。やめて！やめて！安心して死なないから。桜井空！このクソ女！怪我はない？ない。若菜。あなたたちがどんなドロドロの愛憎劇を演じようとかってだけど、最後に警告しておくわ。あなたが玉木を死ぬほど好きでも、このマケーノがあなたに尽くそうと、もう二度と私に構わないで。私と玉木を巻き込まないでちょうだい。デタラメよ！デタラメかどうか、自分が一番わかってるでしょ。今みたいに、私を激しく罵り殴ろうとするのは、一体リーンの仇討ちかしら。それとも、私が玉木の婚約者だから。逃げる気？リーンをこんなにして。まさか自分が無傷で済むとでも？本気で思ってるの？桜井家だけで揉み消せるとでも？言われて思い出したわ。リボッちゃん、あなたが知ってるかはわからないけど、知っている前提ではなすわ。何年も前の花園町児童養護施設、リケ、基金のことよ。お前は誰だ？さようなら、マケーヌさん。待ちなさい！桜井空、黙りなさい！俺が先に手を出したんだ。だからこの件は、これで終わりだ。何言ってるの？
ソラちゃん。どうしたの？大丈夫。低血糖になったのかも。あんなにたくさんのスイーツを食べたのに、どうして低血糖になるの？貧血だから。今はもうだいぶいいのよ。15歳から17歳の間は、いつでもどこでも気絶しそうなくらい貧血がひどくて、あの頃はよく眠れなくて、夜中に同期で目が覚めたり、しょっちゅう耳鳴りもしてたわ。ある時、窓から部屋を抜け出そうとしたんだけど、途中で急にめまいがして落ちて死ぬところだった。なんで窓から？どうして窓から出ようと？たまこもおぶってあげたの？うん。いいな。私には子供の頃、おんぶや抱っこしてくれるお姉ちゃんはいなかった。年上の子はみんな私を殴るのが好きだったわ。ベッドを濡らしたり、お弁当箱を壊したり、服に落書きしたり。でも、どれもつまらないわ。じゃあ、一番面白かったのは？一番面白かったのは、鼻を植えるみたいに私を土に埋めて頭だけ外に出したことかな。彼らのおかげで、その夜私は初めて星の昇り沈みを見届けたの。それから今までで一番気に入ってる星空の絵を描いたの。時間がある時に見せてあげる。なんで止まったの？私重い？ええ、重すぎるわ。そんなわけない。全然太ってないもん。少し反省したら自分がひ弱すぎるんじゃないかって。若菜。空はあの日、あなたが玉木を好きだってみんなの前で。黙って。若菜？私がいたんじゃないわ。全部お姉ちゃん、空が言ったのよ。でも今では界隈全体がその話題でもちきりよ。空ったら。そういえば、あの日リーンは殴られたのに、空をかばってたわよね。もしかしてリーンも空を好きになったのかしら。こんな貧乏臭いじじいを知ってるの？お父さんの調査資料で見た気がするわ。空の児童養護施設の延長みたい。空が唯一認めてるうちらしいわ。空の身内ね。あなたは、空の児童養護施設の延長？11ちゃんを知ってるのかね？本当に偶然ね。空がやったことのツケはあなたに払ってもらうわ。見せてもらおうじゃない。彼女に何ができるかってね。空、青山カフェで待ってるわ。絶対来てよね。私はこれで若菜。空、あんたの延長おじいさんは本当に大切みたいね。まったくおかしな話ね。この後に及んでまだ私を舐めてるの？人をいじめることなんてあんただけができるとでも？空、もういいわ。もうやめて、トラベルになるわ。桜井空、このクソ甘！絶対に許さないから！森本家の人みたい。森本家は若菜をすごく溺愛してるから、今回はただじゃ済まないわよ。早く隠れて。どうして隠れるの？聞いて。セレブは人をいじめるのが得意なの。法律なんて関係ないって思ってる。あなたを殴っても、どうせお金で解決できると思ってるわ。こういう時はタイミングが命なの。一歩でも早く動いた方が主導権を握れるわ。何してるの？早く動いて。本当に変わってるわね。こんな時に私に突っ込み入れてる場合？突っ込みじゃない。褒めてるの。忠告ありがとう。あなたの言う通りだわ。ちょうど私もそう思ってたところよ。セレブは法律を気にしない。先手を打った者が主導権を握れるんでしょ。桜井空よね。自分から私についてくるか、ボディーガードに強制的に連行されるか、それ以外、あなたに選択肢はないわ。
もともと夫人、私を病院に連れていて、もし行ったら私をどうするつもりですか？子供をいじめる気はないわ。ただ娘の前にひざまずいて土下座して謝りなさい。娘があなたを許すまでね。許してくれなかったら？許すまでと言ったでしょ。もしあの女が私の首を絞めて何十回もビンタしてきたら、娘の気を晴らすために病院へ連れて行き、私に同じようなことをさせるんですか？それのどこがおかしいの？私の娘はね、小さい頃から指一本触れずに育てたのよ。よくもあんな真似を。おかしくない？その理屈で言うなら、若菜の方こそ先に八つ咲きにされるべきでは？何しろ、彼女がいじめた人は数えきれないほどですから。じゃああなたは、下船な命のために怒ってるの？まさか自分が上流社会でヒロイン気取りなの？あなたの親が教えなかったなら、私が教えてあげるわ。上流社会のルールってもの。それとも、無理やり連行されたいの？やっとわかったわ。あなたの子供たちの本性が誰に似たのか。人をいじめるときは代償を払うなんて思わないのに、いじめられたときは怒り狂って10倍100倍の償いを求めるのね。自分たちが生まれつき後期だから？はは、本当に恥知らずね。桜井空！私は行かないわ。もしあなたの娘がひざまずいて土下座するなら、少しは考えてあげてもいいけど。いい度胸してるわね。田本夫人、間違ってるわ。私は正義の味方じゃない。弱きを助け、強きをくじく。私に当てはまるのは一つ。私はそのくじかれるべき強きを。殺して。こいつを殺して。やめて。大丈夫？びっくりしたわ。ミーは、友と家と桜井家の関係を完全に壊す気？一体どういうことなの？状況もわからずにかばいに来たの？言っておくわ。ミーは、今日カイトがここにいても、あんたの娘には絶対に代償を払わせる。さもないと、友と家は絶対に許さないわよ。空ちゃん、あなたが？私がやったの、友と夫人。私の父は、桜井海斗。婚約者ファ、藤原玉木。私も、あなたの言う上流階級よ。それなら、人をいじめても、代償を払わなくていいルールを、私が使って何が悪いの？こいつを連れて行け。手段は選ぶな。来てくれてありがとう、お母さん。行くわよ。家に帰るわよ。ミワ、そんなに娘が大事なら、あんたも一緒に来なさい。この尼には自分がやったことの何百倍もの代償を払わせる。桜井家の者が来る前に、早く空を連れて行け。もしミワがて移行するなら、一緒に連行しろ。なぜ動かない？すみませんね、おばさん。桜井参上、家兵をくれ。友と夫人、あなたが教えようとした上流階級のルール、もう覚えたわ。お父さん。私をぶった？そら、お前にはがっかりだ。ただ単に、小さい頃からの教養が足りなくて少し極端な性格になっただけだと思っていた。しかしお前は家に戻ってから何度も人の命を危うくしている。今回は森本夫人を殺そうとすらした。玉子がそう言ったのね。玉子の言ったことは事実ではないのか。森本家を怒らせたら、我が桜井家も困ったことになるのがわからないのか。だから何？あの女が、先に突っかかってきたって知ってる？それがどうした？それが人を傷つける理由にはならん。今から桜井家から一歩も出るな。執事に見張らせるからな。本当に笑える。森本家の親子を殴って、海とに外出禁止にされた。家出するから明日迎えに来て。婚約者さん。入って。今日のことはお父さんに説明しておいたわ。叩いたお父さんが悪いわ。どうでもいい。どうせどうでもいい人だし。空ちゃん、以前森本家と何かあったの？それとも、あの家族たちと？
どうしてそんなこと？私たちを頼っていいのよ。少なくとも、私を頼って何をしようと私が助けるから。わかった。もし、助けが必要な時が来たら、私は迷わずお姉ちゃんに頼るよ。危険なことなの？私について？それとも他の人？今のなし。さっき、助けが必要な時は私を頼るって言ったわね。約束して、指切り。わかった。指切り教えてあげる。指切り玄満。嘘ついたらハリセン本のマス破ったら歌になるんだからね。これで指切りしたから、僕がした約束は全部本当になるんだ。11ちゃん、一緒に全国の機械を制覇して世界一の座につくまで付き合うよ。その時にもしまだ見つかってないなら、世界で一番君を愛して君だけを愛する人が、僕がその人になるよ。お姉ちゃんは最も完璧な実験体ね。実験体？私のこと？そうだよ。何の実験？空、この願いを叶える。願いが叶う実験。例えば、今、大きくて甘いぶどうが食べたい。お姉ちゃん、ちょっと持ってきてくれる？待ってて。忘れてたけど、そんな口の利き方したら叩くからね。実験体。お母さん。桜井玉子とは距離を置いて。初ね。いつから玉子をフルネームで呼ぶようになったの？じゃあ、なんて呼ぶの？あなた、本当に玉子を妹だと思ってないのね。私の妹はもともと空ちゃんだけだし、お母さんの末娘も空ちゃん一人だけよ。でも、どうであれ、私たちは玉子とに10年間一緒に暮らしてきたのよ。20年間。お母さんって呼ばれて、あなたもお姉ちゃんって呼ばれてきたのよ。私たちが彼女を可愛がってきたことが嘘じゃないでしょ。お母さん、わかってる。ドラマも映画もハッピーエンドしか見ないから、きっと願ってるのよね。私たち家族もお母さんの思い通りハッピーエンドになることを。でも、早いうちにその考えは捨てて、空ちゃんが桜井玉子と仲良くするなんて無理。そして私は絶対に空ちゃんの味方よ。シンさん、困ります、旦那様。シンさんが無理やり中へ、もういい。私が話そう。シンさん。まだシンさんって呼ぶの？藤原家の実験がお父さんに移ったって噂知ってる？お父さんにお見合いを勧める人までいるのよ。それがどうした？どうしたですって。じゃあ知ってる？お父さんに私が結婚相手として推薦されて、私の親も喜んで賛成してて、お父さんも断る気がないって。どこでその話を？玉木、助けてよ。元はといえばあなたのせいよ。落ち着いて。どう助けてほしいんだ3日後のお父様の誕生パーティーで、ソラさんとの婚約を破棄して、私と付き合ってるふりをして、たった1日でもいい。噂さえ広まれば、底面を気にするお父様が息子と女を奪い合うなんて、するはずないわ。どうして黙ってるの？まさかまた断る気じゃないわよね。それとも本当に、私があなたの警母になるのを見たいの？母がなんて言ったと思う？早くお父様と結婚して、早く子供を産んで、藤原グループの次期後継者にしろって。何か言ってよ。涙を拭いて。落ち着いてから話そう。もう冷静よ、玉木。これが解決したら、ソラさんには私から直接謝るわ。全財産をかけてでも、2人の結婚祝いを用意する。だから、絶対に助けて。手伝おう。他にふさわしい結婚相手を探すならな。何言ってるの？あなた以上の相手、なんているわけない。藤原家を諦めさせる相手、なんていないわ。だから私に、あなたと婚約しろと。それが良い、いつの解決策だと。本当の婚約じゃなくていいの。ただのふりでいい。婚約しなくても、付き合ってるって言うだけでいいの、玉木。私がこの数年どう過ごしてきたか知ってるでしょ？お父様に人生を台無しにされたくない。こんな屈辱、絶対に耐えられないわ。あなたが承諾してくれないのはソラさんのせい？でも後で彼女に説明するわ。後で、彼女に隠して、私が浮気したと誤解させろというのか。誰にも知られたくないの。恥ずかしすぎるわ。もし広まったら、私はきっと、玉川四十の笑い者よ。何笑ってるの？なぜそんなふざけた要求を堂々と言えるのかと思ってね。ありえない。私の頼みがありえない。お父さんが私を狙う方がよ。父がおかしくて、君がかわいそうでも、当然のように、桜井空を巻き込むのは違う。突然俺に振られ、婚約者を奪われたら、彼女は恥をかくだろう。彼女は玉川氏の洗い物になるだろ
でも彼女に実質的な被害はないわ。でも私はあなたのお父さんと結婚させられるのよ。それに、後でみんなに事情を説明するから。信州助けるよ。でもその方法じゃない。じゃあ、どんな方法が。いいふらすの？噂を流すんだ。みんなに知らせるんだよ。藤原、境が若い娘を狙ってるって。境が高望みしてるってね。彼は世間体を気にする。そういう噂を耳にすれば、自然と君を諦めるさ。自ら否定するかもしれない。ダメよ。言ったでしょ。絶対に誰にも知られたくないの。境みたいなズうずうしくて、役立たずなじじいに狙われたなんて。知られるだけで虫唾走るわ。吐き気がするの。絶対に笑い物にされるわ。私の言う通りにして、後で桜井空さんに土下座してもいいから。お願い。助けて。何事もなく乗り切れたら、命の恩人として一生感謝するわ。誰なの？奇遇ね、畑さん。今すぐ私に土下座してもいいのよ。ななった。なんてことするの？言う暇がなかった。ひどいわ、玉木。助けたいなら、気にしないわ。婚約者さん、僕は男の貞操を守るよ。セレブコンは、田染明が30歳と年上の藤原社長と結婚。原染明が30歳と年上の藤原家続きと牛の藤原栄と結婚。畑さんの秘密は隠しきれないようね。3日後の藤原栄の誕生日パーティー、少佐と茂も行く。手配はすべて完了している。皆様、ようこそ私の誕生日宴へ。おそらく皆様も最近噂を耳にされたでしょう。ですが、息子の大切な人に関わるため、この老いぼれがどうしても釈明せねばなりません。息子の特別な人？誰のこと？桜井空か？それとも新選手か？新選手をかばってるのか？なら新選手で決まりだな。もともとあの二人の方がお似合いだもの。桜井、空なんて相手にならない。当然青春を愛してるのよ。聞いたことない？手にはいらないものほど一番いいってね。本日この場で正式に釈明いたします。新選手という若者は私の息子のとばっちりを受けました。ただ、私の息子と忘れられない恋をしたばかりに理由もなく誹謗中傷され、名誉を傷つけられました。子供たちの感情については彼らの自由な恋愛に任せるつもりです。もし最終的に選手さんが息子とよりを戻せるなら、藤原家は当然、彼女のような品格と能力を兼ね備えた嫁を歓迎します。玉木くん、なぜここに？今日は病院へ検査に行く予定だっただろう。急に思い立ってね。でも来てよかった。今日僕が来なかったら僕の婚約者がいじめ殺されるところだった。父さん、さっきなんて言いました？誰が千秋さんと忘れられない恋をしたって。玉木くんはどういう意味？誰が千秋さんとよりを戻すって。認めない。玉木くん。玉木くん、父さんはお前を無責任なクズ男に育てた覚えはないぞ。たとえ別れたとしても、かつて愛した人に対して最低限の尊重と保護はすべきだ。新千秋さん、お聞きしますが、僕たちはいつ付き合ってたんですか？なぜ僕に知らせなかったんですか？答えてくれ、シンさん。君はいつ俺の元カノになったんだ？手を繋いだか、抱き合ったか、キスでもしたか？どういうことだ？俺の彼女はそんなに恥ずかしい存在か？付き合っている間、泥棒みたいに隠さないといけないのか？この藤原玉木を何だと思ってる？俺がいないのをいいことに、勝手に俺を侮辱し、婚約者に泥を塗ってもいいとでも。玉木、いくら空さんのことが好きでも、シンさんにそんな態度をやめなさい。君の品格はどこへ行ったんだ？障害者の俺に品格なんかいるか？玉木、そんなひどい。いい、形なくても恋人じゃなくても友達なのに。先週さんがかわいそうだと思わないの？婚約者に、俺を汚い男だと誤解させ、泥まで塗った彼女はかわいそうじゃないのか？俺たち二人は、一人は狂人、一人は障害者と呼ばれてる父さん。俺にはもう、未来なんてないんだ。どうしてここまで苦しめるんだ？息子の無様な姿を見て、そんなに楽しいか？玉木、お前の言うことが全て本当なら、父さんが悪かった、信じるべきじゃなかった。シンさんの一方的な話を。いいでしょう。これからは、どうか約束通り、俺の恋愛に干渉しないでください。もちろんだ！皆様、もう仕分けありません。お騒がせいたしました。どうか引き続き、お食事をお楽しみください。お久しぶりね。私のこと覚えてるかしら？森本若菜。桜井三女さん、どうして振り向かないの？久しぶりね。お母様の手は、もうすっかり良くなったかしら？桜井空、自分はいつまでもいい気になっていられると思ってる？残念だけど、今日を境にあなたたち、おしどりカップルを玉川市最大の笑い物にしてあげる。桜井家の三女さん、答えられるかしら？桜井家に玉川市連れ戻される前、ずっとどこで暮らしていたの？どういう意味？体が弱いから海外にいたんじゃ。江南地方だって聞いたが、とにかく自然豊かな場所だろ。私が聞いた噂だと、玉川氏と相性が悪くて、別の年に送られたって。何か裏があるってこと？ちょっと通して。答えられないのね。なぜ？わかってるからでしょ？桜井池が流した噂はすべて嘘だって。体が弱いからとか、相性が悪いから、外で育てたなんて全部デタラメよ。桜井空、桜井家の三女さん。今年まであなたと桜井家は、お互いの存在すら知らなかった。
あなたはただの田舎で育った孤児よ。黙りなさい。今年まで。桜井空、あなたは、ただのすり替えられた哀れな子よ。生まれた時からあなたの代わりだった桜井玉子。その偽物が、玉川市という華やかな場所、桜井家という黄金の城で、贅沢をし、大切なお嬢様として扱われていた頃、桜井空、あなたは、一体どこでどんな生活を送っていたの？森本若菜、桜井空、桜井三条。言えるの？桜井空、あなたが生まれてからずっと、20年間も暮らしていた場所、桜井家が連れ戻さなければ、ずっとそこにいたはずの場所、花園町よ。なんだって？花園町？聞き間違いじゃないよね。花園町よ。あの事件のあった花園町。森本若菜はどういう意味？森本さん。今日は桜井家や、森本家の場じゃないわ。騒ぎを起こすなら場所をわきまえなさい。空ちゃん、行くわよ。片見は、桜井家が勝手にスキャンダルを起こして、私たち全員を振り回したくせに、今更焦るわけ？森本若菜。お母さんにそんな口の利き方しないで。揉め事があるなら、後ではなしましょう。個人的にはなしましょう。桜井玉子。私をバカだと思ってるの？偽物のくせに、話すことなんてないわ。この恥知らずなクズが知らないとでも？この前カフェでわざと教えたわね。児童養護施設園長と桜井空の関係を。何を言ってるの？いくらお姉ちゃんが嫌いでも、こんな風に引き損ないで。お姉ちゃん？恥知らずなクズね。桜井空には死んでほしいけど、あんたみたいな卑しい人間は彼女以上には危険が出るわ。過去のことを思い出すだけで、何年もあんたみたいな偽物と姉妹や友達として過ごした日々を気持ち悪くては来そうよ。いい加減にして。証拠はあるの？証拠？いい質問ね。どんな証拠がいい？当時の写真出たりる？あなたが花園町小学校に残したノート出たりる？花園町の学模会所に残した記録出たりる？これがあなたの成長の記録を証明する物証として不十分なら構わないわ。証人もいるから。それよりも、あなたをすり替え、自ら花園児童養護施設に送った人があなたの出自と経歴を証明できるんじゃない？忘れたの？彼女、あなたに会いに来たでしょ？あなたが言ってたエイズになった汚い女よ。どうぞ。汚いけど、玉子の身の葉は親として、そして自分の力だけで、あの堂々たる桜井家を振り回した人として、あなたはここにいる資格があるのよ。そうでしょ？ハンさん。友人さん。言葉には責任を持ちなさいよ。証拠もないデタラメを。じゃあこれなら？桜井玉子と、ハンさんの鑑定結果よ。親子の確率は 99.7%。どう？桜井三女、この証人で十分でしょ？まだ認めないの？花園町から来て、花園児童養護施設で育ったことを。空ちゃん。行くわよ。帰るわよ。確かに、私は花園町から来た。それがどうしたの？認めたわね。小さい頃から花園町で育って今年になって玉川市に来て桜井家に戻った認めるわ。それが何か？私はすり替えられ育ったち。同養護施設は花園の家っていうの、大学以外でそこを離れたことはない。それがどうした？何が言いたいの？何を興奮してるの？何を得意げになってるの？花園町に一体どんな特別さがあるの？どうして私にそんな勝者みたいな顔ができるの？それは、そこでかつて国中を震撼させた大事件が起きたから？空ちゃん。こう思ってるんでしょ？花園児童養護施設で育った私も当然巻き込まれていて、それどころか事件の当事者の一人なんだって。どうしたの？口を開けば否定して自分の潔白を証明したいの？事件が起きた時、あなたはちょうど12、3歳だった。玉木、どういうつもり？空ちゃんは自分で解決したいんだ。ミュウさん、彼女に任せよう。若菜、何を言ってるんだ？ご両親は知ってるのか？もうやめなさい。おじさんが送るから、まずはお帰りください。話は後日、森本家としましょう。何言ってるの？7年も刑務所にいた事件の当事者のくせに、自分だけが花園町で私を見たと思ってる？あなたは私が幼くて遠くからチラッと見ただけだから、絶対に覚えてないと思ったの？刑務所？桜井さんは何を言ってるんだ？よくも私の前で探りを入れて、隠そうともしないなんて、笑えるほど愚かね。私の目の前で手錠をかけられた長知生さんが、よくも私の前で偉そうな口が叩けるわね。ねえねえみんな、このヤバさわかる？ただただ飯を食べて、セレブの贅沢を覗きに来ただけなのに、まさか、こんな特大のゴシップに遭遇するなんて。何を言っているんだ。桜井三女、いくら慌てて怖がっても、やたらと噛みつくもんじゃない。もういい。今日の茶番はもう十分だ。みんな解散してくれ。ここまでにしておけ、桜井三女。ここにいる大半の人は、誰も望んでいない。あのことを世間に思い出させることなんて、このままいけば、どれだけの人が君を目の敵にするかわかるか。君は怖くないのか？怖い？なぜ私が知られることなど、花園町育ちだということだって、何も怖くないわ。そっちこそ、みんなに言えるの？この7年間長さんが、どこで何をしていたか。誰もが知っていることだ。友成はここ数年ずっと、海外で私の元で働いていた。玉がわしに来てまだ間もない。君のような小娘が事情を知らないのは無理もない。だがよく知りもしないのにデタラメを言うのは感心しないな。そうかしら。T 社長、自信満々ね。当然だ。彼の海外任務は私が自ら命じたものだ。分かっているのか名声というものが、私のような誠実な起業家にとってどれほど重要か。証拠もないのに我が社に泥を塗るなら訴えてやるぞ。証拠が欲しいなら、私が出してあげるわ。
本当に刑務所にいたんだな。この7年間は服役してたのか。リケもうまく隠してたな。てっきりあの時は無関係だと思ってたよ。気持ち悪すぎる。あんなことしておいて、しらばっくれて幹部やってたとは。言わせてもらうが、玉がわしに来てまだ半年で名を馳せた桜井三女だ。7年服役したのは確かに俺だ。だが本当に鬼畜の所業を働いたのは俺じゃない。そうだろ、李社長。お父さん、あなたたち、自分の犯した罪の代償を払うのよ。張さん、李さん、捜査の結果、重大事件の容疑者として、ご同行願います。待ちなさい。さっき言ったことはすべて、あなたが確実にあの事件の当事者だって証明してるわ。間違ってないわよね。もともとさん、頭でもおかしくなったの？娘がいた児童養護施設は事件のあった施設じゃないわ。張知性の顔を覚えてるってことは、彼女が現場にいた証拠よ。10代の女の子が、どうして事件現場にいたの？言いなさいよ。空、なんで現場にいたのよ。空ちゃん、お母さんと帰りましょう。まさか、張知性と李節来が、花園町に行ったのは、こっそりあなたに会うためじゃないの？黙りなさい。何笑ってるの？あなたのことを笑ってるの。何を考えてるのかわからないことをね。何がしたいのかもわからないことをね。何が言いたいの？つまり、私も暴行されたって？私があの時の子供の一人だとでも？たとえそうだとして、だから何？認めるのね？認めたところで、それがどうしたの？認めたわね。あんたみたいな人間が、こっそりと私たちのコミュニティに紛れ込もうなんて？天津さえ堂々と藤原家に嫁いで玉木くんと結婚する気？笑わせないで。よくもまあそんなに堂々としてられるわね。あんたたち、どうして私の弱みを握ったような顔をしてるの？誰か説明してくれる？たとえ私が本当に暴行されて、あの子供たちの一人だとしても、どうして、どうとしていられないの？あんたたちから見れば、暴行された人間はどう生きるべきだと？ネズミみたいにコソコソして、ゴキブリみたいに光を避けて、尻尾を巻いて秘密を隠し、一生ビクビク生きるのが普通？あの犯罪者に関わる人間は立派な服を着て人々にもてはやされ贅沢な暮らしをしているのに、楽しく杯を交わして謳歌しているのに、どうして被害者がどうとしちゃいけないの？あんた、言っておくけど、私ならうつむいてこそこそ生きたりしない。犯罪者の名前や住所や家族、挙句の果てに覇者心まで全部服に刻み込んでやるわ。そして会う人すべてに言ってやるの。私がどんな目にあったか。私を害した罪人は誰かってね。あいつをネズミみたいに顔を出せないようにしてゴキブリみたいに光を避けさせてやる。そして散々苦しませてからゴミの山で無残に死なせてやるわ。田さん、教えて。みんなに知られてもいい。暴行されたって。でもここにいる、あなたの同類たちの中で、誰か言える人はいる？事件に関係してるって。誰が言えるの？決して。誰がこんな場所で配信を許可したのよ！どこのプラットフォームの人間？ボディーガードは？新家はどうしてこんな人を入れたの？早く追い出してよ！そこの友人さん、理不尽ですね。さっき桜井さんを指さして罵ってた時は配信を止めなかったのに、他人にあなたの醜い本性を暴かれた途端、配信禁止ですか？ともとわかな？恥知らず！今日は、うちの娘のわきまえずに、皆様の宴に乗り込み、今夜お騒がせしたことは、我々友家から、必ず皆様にお詫びいたします。桜井三条、私が最も後悔しているのは若菜があなたに関わったこと。でもすべては、これで終わりにします。あなたが言う事件に、友家は一切無関係よ。これからは、子供たちに言い聞かせます。あなたを避けて通るようにと。桜井空、調子に乗らないで！これから先、どれだけの家族やどれだけの人がお前を敵に回すか。今日から、お前はこの町全体の標的になるのよ。藤原家だってお前を守らない。どう破滅するか見ものね。桜井空、お前。さて、もう遅いから、そろそろ帰りましょう。お母さん、助けて！お母さん、助けて！たまちゃん忘れたの？私が本当の母親よ。お母さんはここよ。この子から離れて。私の子から離れて、この恥知らずな誘拐犯。美和さんはまだ、玉子を娘扱いしてるのね。もともと仲が良かったし、今日の件の後は、もっと玉子を大事にするわね。何しろあんなに問題を起こす実の娘がいるから、玉子がお利口に見えるのよ。私は空ちゃんが玉子の存在を許すとは思えない。許せなくても同じでしょ。彼女は今、いろんな人を怒らせてるのよ。桜井家がなければ、いつけされてもおかしくないわ。いやでも、我慢するしかないのよ。これで桜井家も騒がしくなるわね。言いなさい。この間ずっと、誰に隠されていたの？なぜ、どこを探しても見つからなかったのに、よりによって今になって現れたの？森本さんに連れられてきたの。バカなの前の話よ。絶対誰かがわざと隠したのよ。じゃなきゃあなたに隠れられるわけない。誰にも見つからずにね。私はただ戻っただけ。前にいた療養所に。じゃあ誰がお金を出したの？誰が療養所を手配したの？言ったでしょ？あなた一人じゃ、絶対に無理よ。
私を。ソラちゃん、何を言っているの？聞き間違いじゃない？私が彼を隠したの。彼は暴露しに来た。治療費が必要だったから。でもあなたたちは話を聞いてすぐ彼を追い出した。もちろん、彼もすぐに後悔したわ。だからすぐ花園町に戻り、私を追い出そうとした。あなたたちの空振りを狙って。そして自分の実の娘が桜井家で贅沢できるようにね。でも私が彼の言うことを聞くと思う？私は彼を捕まえて、療養所に閉じ込めたの。じゃあなぜ森本若菜が彼女を？正確に言うと森本若菜じゃないわ。最初に見つけたのは長知星よ。そしてわざと情報を森本若菜に漏らしたの。すべて森本若菜が仕組んだと思わせるために。でももちろん、その情報を長知星に漏らしたのは私よ。若菜は何をするか分かってて？ええ、わざとよ。お姉ちゃん、どうしてこんなことを？奪ったりしないって言ったのに！この女を私に近づけたのは、病気を移すためなの？私を殺す気？私を観点に追い詰める気なの？たまちゃんやめて。ママはあなたを愛してるの。あっちへ行って消えて。もう仕訳ありません。お見苦しいところをお見せしました。皆様に隠していた真相については、ただこの件があまりにも恥ずかしく言い出せなかったのです。今日のことは帰ってからよ。何を考えてるの？ほうみは。みわさん、まだ私の母親のつもり？酔っ払って。夢でも見てるの？そらちゃん。なんて言ったの？はっきり聞こえてたくせに。二度も言わせないでよ。今夜のあなたは気が立ってるのね。怒るのも当然だけど、どんな不満があっても、まずは家に帰りましょう。本当に怒ってるのはあなたでしょ？聞いたんでしょ？あの女を私が読んだって。腹が立ったんじゃない？わかるわよ。不満なんでしょ？お母さんにそんな言い方しないで！そもそもあなたのせいじゃない！私をどうにかしたいなら、死んでほしいなら、私だけを狙えばいいじゃない！そら。何を泣いてるの？自分だけを狙えって言ったでしょ？桜井玉子、わかった？あなたが桜井家の娘であり続けても、今後この家では、私の気分次第であなたを叩けるの。好きに罵れるわ。たとえ血まみれにしても、誰も私を責められないのよ。これからは、私のサンドバッグね。どう？いつでも駆けつけて、殴られの罵られるの。あなたがそれでいいなら、私が許してあげてもいいわよ。この家にいさせてあげる。いい加減にして。どうしたの？怒った？じゃあ警察を呼べば、呼ばないなら、これから毎日この子を叩くわ。私の家政婦や奴隷にするの。毎朝起きて最初に、私に土下座させるわ。罪滅ぼしとしてね。ついでに、犬の鳴き真似でもさせようかしら。そら。まだ私をぶつき？どうかしてるんじゃない？狂ってるのはあなたよ。私や、玉子に不満があるのはわかるわ。でも今のあなたは、性格に問題があるわ。そんな極端で偏った生き方はダメよ。本当に狂ってるわ。さっきのは全部本気だと思った？なんですって？冗談よ。なんで私が彼女をぶつの？しかも毎日？面倒くさい。あなたね。もう彼女とハム関係だもの。感情を無駄にする必要ないわ。私、桜井空は、これをもって、桜井家と破縁を切るわ。空ちゃん。意地を張らないで不満があるのはわかるわ。でも言ったでしょ？こういうことは全部家に帰ってゆっくり話せばいい。人前でやめてちょうだい。家？誰の家？あなたはもう選んだでしょ？どうしてまだ桜井家が私の家だと言えるの？選んだ？選んでなんかないわ。そうね。あなたは選ばなかった。でも、それがあなたの選択なのよ。前にも言ったわよね、美和さん。すべてを欲しがれば何も得られないって。空ちゃん、お母さんをそんな風に呼ばないで。不満があるのはわかるわ。でも玉子は私が10年も育てた子なのよ。お母さんが彼女を数年海外に住まわせるわ。もっと長くてもいい。あなたがもっと大人になって、お母さんを理解できるようになったら、その時に。いや、その必要はないわ。いい歯は親だとは認めるわ。でも、それは玉子にとってのいい歯は親よ。私、桜井空のじゃない。私の行動がすべて嫉妬から来てると思ってる？美和さん、私のことを全然わかってないわ。あなたが受け入れられない行動は全部はっきり伝えてるだけ。玉子を諦めるべきだって。選択しなきゃいけないって。でもあなたは私を無視した。私の前でただ努力していい母親を演じてるだけ。私のためにあのばあさんと喧嘩してご飯を作って洗濯して部屋を飾って、きっと自分はうまくやってると思ってるでしょ。だからそうやって当然のように無視できるのよ。私が玉子を嫌悪してることをね。空ちゃん、お母さんはただ玉子と仲良くして欲しかったの。まさか私に身分を奪った汚い奴と仲良くして、しまいになれって。本当に欲深いのね。そんな都合のいい夢を見るなんて、あなたに育てられた玉子もあんなにずぶとくなるわけね。ほら、言い過ぎだぞ！黙ってて、桜井社長。桜井家に来た初日。あなたは私に言った、家族になりたいなら自分で努力しろって。その時私が何を考えてたかわかる？こう思ったの。この人本当におかしいって。どこから来る自信なのか、あんなに偉そうにして思ってるの。この私が桜井家に物乞いに来たとでも？もう言わないで。お母さんと帰ろう。
ゆっくり教えてあげるから。まだ私の母親気取り？私を育てたこともないくせに、この20年間、あなたが優しい母親として家族団らんの幸せな日常を楽しんでるとき、私はたった一人で花園町で親もいない、いじめられる孤児だったのよ。そら、お母さんにそんな言い方しなきゃいけないの？私の心をえぐっているのよ。これでえぐられたの？それならあなたの心はあまりにも脆すぎるわ。私の生活を試すべきよ。孤立するのは当たり前。化け物や野良犬と呼ばれるのは日常。集団で殴られで蹴られるのも珍しくないわ。そらちゃん。お母さんは心が痛いわ。心が痛い？今日初めて私が個人育ちだと知ったの？どうして今になって心が痛むなんて言うの？こんなことを言うのはあなたに教えたいだけ。私はあなたに狩りはないと、美和さん。だから絶対に用意知れないで、自分が傷ついた優しい母親の劇に、いつか私が物分かりが良くなって、あなたを理解するなんて、もうそうは永遠に叶わないから。だから、絶対に私に構わないで。忘れるところだった。他人に狩りを作る趣味はないわ。ソラちゃん。ソラちゃん。怒りに任せて言わないで。そうよ、三子。いや、桜井三女、本当に意地を張らないで。ご両親がいなくては、タマンがわしでどう生きていくの？藤原家との婚約だって、結局は桜井家があってこそよ。俺を巻き込むな。前にも言ったはずだ。俺は桜井、空という人間が好きなんだ。桜井、空との婚約も彼女が桜井家じゃないからってわけしない。俺が一度も君が桜井家の人間だからって、あの婚約を認めたことがないようにな。あんたの家のカード。姉さん、家でするにしてもお金くらいは持っていかないと。しばらくして頭が冷えたら、両親も迎えに来てくれるわ。桜井三女、ご心配なく。私は戻らないから。このカードだけど、あんた私のこと、自分と同じで、家族がいなきゃ、哀れなふりをして、やっと生きていけるクズだと思ってるのね。玉がわしの物価は、他の年とは違うのよ。やっぱり。どうやら本当に私のことを役立たずの貧乏人だと思ってるのね。これ知ってる？桜井玉子。嘘でしょ？預金残高が2億円以上ないと持てない限度額なしのブラックカードよ。あんたの親からもらったものじゃないわ。私自身のものよ。これは1億円以上の預金と、さらに高額な資産証明が必要なの。これは5億円クラブのか、引用13歳の時に作ったわ。これは確か15歳の時かな。稼ぎすぎたから一気に何枚も作ったの。これは玉がわしに来る数日前に契約して6億円稼いだ時のよ。どう？桜井三女。これで絵の具は返そう？玉川市で暮らしていけるかな？ありえないわ。そのお金は全部私が渡した。2枚のカードはすでに捨てられたんだ。嘘よ。きっとお姉ちゃんが渡したのよ。おかしいわね。そんなに受け入れられない？桜井三女からすれば自分でこれだけ稼ぐのは難しいの？でもどうしよう。私には超簡単なの。信じられない。あれ全部ソラちゃんが自分で稼いだなんて。ソラちゃんこそ本物のセレブだ。ところで、言わせてもらうけど本当に驚きだわ。あなたたちセレブは社会のトップの資源を持ちながらどうしてこんなにも呆れるほどのクズばかりなの？玉子のような親のすねかじりの役立たずが多すぎるのよ。どうやらセレブとして育っても誇れることなんてないわね。そうでしょ？桜井玉子さん、これで信じてくれた？私はもう桜井家には戻らない。あなたがどうしても欲しくて必死になってしがみついているものなんて私にとってはただのゴミよ。私は愛を求めてきたのに残念だわ。誰も私のテストに合格しなかったあなたたちは失格よ。美和さん、そして桜井さん、私たちの家族としての縁はこれで終わりよ。もし敵同士になりたくないなら、今後は関わらないでちょうだい。後悔してる？何を？玉がわしに来て、人の心を試したこと。後悔なんてしてないわ。愛が何なのかわからないけど、手に入れようと努力はしたから。桜井空さん、よかったら僕を試してみませんか？僕はなりたいんです。あなただけを愛する人に、どうか僕と、もう一度、試してくれませんか？この藤原玉樹を誰だと、私がいないのをいいことに婚約者に泥を塗るとは。いいわ。桜井さん、これからよろしくお願いします。空ちゃん。まだ何か用？空、桜井家には戻らないのか？無駄話はしないわ。じゃあお前の絵や、あとリエはどうするんだ？人を読んで片付けさせるわ。その時はドアを開けてちょうだい。じゃあ、
あの花は、あれは父さんが自分で丁寧に選んで、一株ずつ植えて毎日毎日世話をして育てたんだ。好きだったじゃないか。好きだからって何にもならないわ。何のためにそんなことを言うのかは分かってる。どうせ証明したいんでしょ？私を愛してるって。でも愛がそんなに簡単に証明できるものなら、私はわざわざ玉川市にも桜池にも来てないわ。そうだ。ハンさん、忘れないでね。私に借りている多額の医療費をね。ただ、そのお金を桜池が払うのか、それとも娘さんが払うのか、それから。このパンさんは、実は2年前に私を見つけて、真実を打ち明けると同時に、愚痴をこぼしました。私を探すより前に会いに行ったと豪邸で育った実の娘にね。黙ってデタラメよ。残念ながら、その実の娘は恩知らずでね、治療費を渡さなかったの。この恩知らずのお嬢様が実の母親に会った後、DNA 鑑定をしたのか、自分の身分に気づいていたのかは、私にはわからないけど。違うのお母さん。デタラメよ。2年前から知っていたなら、どうして玉がわしに来なかったの？子供がすり替えられたことすら気づかない実の親なんて、私にはどうでもいいの。今になって私の考えが証明されただけのことよ。ソラちゃんの言ったことは本当なの？ 2 年前にあの女に会ってたの？お母さん、会ってないわ。お母さん、信じてよ。前から知ってたら隠し通せるわけないでしょ。それに私、DNA 鑑定なんてしてないわ。この2年の私の予定は調べられるわ。そうよ。桜井空のデタラメよ2年前に、玉子には会ってないわ。花園町であの子に会っただけよ。でも桜井家なんてどうでもいいって。まずは家に帰ろう。他のことは後でゆっくり話そう。連れて帰れ。真相が何なのか。よく聞けばわかることだ。11。もう一つ、付き合ってくれるか？何をするつもり？本来なら時間をかけて、あの家族を片付けるつもりだった。でも今は、君がいる。もう奴らに時間を無駄にしたくない。手伝おうか？いや、そろそろ奴らに相応の代償を払わせる時だ。玉木、お前の婚約者は、私の誕生日パーティーに警察まで呼びやがって、藤原家の顔に泥を塗る気か？今すぐ婚約は切ろ！この結婚は認めん。あなたが認めないことと、私に何の関係が？お前、私を怒り狂わせる気か？父さん、今日最後に一つだけ聞きたい。昔は葉を殺した時、少しでもためらいはあったのか？あの隠し子のためか、それとも藤原家の次期当主の座か？あの事故の時、意識を失う前に、ひき逃げ犯があなたに電話しているのを聞いた。貴様、この親不孝者め、警察を呼んだのか？藤原栄。昔の自分の行いの代償を払う時だ。この畜生め、ずっと足が悪いふりをしてたのか。なぜ私を騙した？父さん、芝居をしなければ、今まで生き延びられたと。玉木、お前はそもそもこの世に生まれるべきではなかった。お前が後継ぎの座に居座らなければ、私がこんな惨めな生き方をするはずなかった。あの時死ぬべきだったのはお前だ。お前のせいでは、親は死んだんだ。藤原栄、刑事事件の容疑がかかっています。藤原グループに剥奪税の疑いがあり、藤原家の方々にも調査にご協力いただきます。桜井さん、これからは君しかいない。君は僕の唯一で絶対的な選択だ。玉木、私を失望させないでね。空、時間をかけて全てを証明するよ。十数年もの間、心に重くのしかかっていた石が、やっと降りたよ。
これからは、恩衆のしがらみもなく、僕と君だけだ。過去はすべて序章。これからの道は、一緒に歩んでいこう。11。久しぶりだね。じいさん、会いに来たよ。友達も連れてきたの。園長先生こんにちは。突然お邪魔します。最近寒くなってきたので、先生と子供たちに防寒具と日用品を持ってきました。おー、いい子だ。優しい子だ。さあ、まずは座りなさい。じいさん、長年、私を悩ませた身の上の恩衆や、過去のしがらみは、もう完全に片付いたよ。それからね、もうすっかり吹っ切れたんだ。恨みは忘れればいい。生きていく上で、一番難しいのは平穏に過ごすことだ。ソラちゃんは昔から心が強いし、君も頼りになるしっかりした子だ。二人なら、きっと切り開けるさ。自分たちの道をね、幸せになりなさい。園長は私の唯一の心の支えだった。子供の頃、外でいじめられたり、のけ者にされたり、罵られ孤立しても施設に帰って、門で待つ彼の姿を見れば何も怖くなくなった。ここには名家の冷たい視線も、打算も、誰かを見下す人もいない。人生で唯一綺麗で、純粋ないつ割らなくていい場所なの。以前の私は正義のために、復讐のために、過去に決着をつけるために生きてきた。自分のために生きたことなんてなかった。でも、今すべてが終わって、恨みも消えた。だからここで、私の本当の原点であるこの場所で、あなたと一緒に、心から穏やかに、自分のために生きたいの。わかってるよ。すべて計画したんだ。今日から、俺はもう藤原家と無関係だ。権力も、遺産も、地位も、束縛も、憎しみも、俺を十数年縛り付けたもの、全部捨てる。藤原家のものは一銭もいらない。あそこの人脈も、意向も、後ろぐらい格もいらない。ゼロから始めよう。裏口は使わず、コネにも頼らない。誰にも狩りを作らず。俺たち二人だけで、一緒に起業して、共に頑張って、一緒に日々を、着実に生きていこう。もういつ割らなくていい。もう警戒しなくていい。もう誰かを陥れたり、疑わなくていい。残りの人生をかけて、一生君に安らぎを与えるよ。もう強がらなくていい。もう無理しなくていい。もう一人で暗闇に立ち向かわなくていい。君のやりたいことに付き合うよ。立ち止まりたいなら、待ってるよ。急ぐ必要はないんだ。大きな富も名声もいらない。ただ真っ当で、穏やかで、自由であればいい。これからは、自分たちのために生きよう。言いなさい。正直にはなすんだ。2年前、ハンホーは本当にお前のところに来たのか。ありのままに言え。嘘はつくな。お父さん、違うわ。本当に彼女には会ってない。どうして私を信じてくれないの？空はわざとよ。戻ってきさえすれば全てを取り戻せるのに、私事を持ち出して、私があなたたちのそばに平和にいるのが気に食わなくて、嘘をついて私を陥れて、私を破滅させる気なの。お母さん。たまこ、最後に一度だけ聞くわ。2年前、本当にハンホーに会ってないの？それともおかしいと気づいて、空が私たちの実の娘だと知った上で、わざと知らないふりをして真実を隠したの。隠してなんてない。何も知らないわ。彼女の母は親なんて一度も会ったことない。お母さん、10年以上も寄り添ってきた娘でしょ。毎日そばにいて会えたり、親孝行したり、ずっと一緒に育ってきたのに、あの子が実の娘だとしても、私が10年以上も共に過ごした情は、あの子が帰ってきてからの、たった少しの時間に負けるの？どうしてあの子を信じて、私のことは少しも信じてくれないの？血縁が全てだ。空が本当の娘であり、全てを手にするはずだった。彼女が話した詳細は、全てハンホーの証言と一致した。お前が知っていて隠していた証拠だ。彼女たちが、事前に口裏を合わせたのよ。結託して私を陥れようとしてるのは、あの子は私に嫉妬してるの。10年以上も平穏な人生を奪ったって、私がずっと愛されてきたことに嫉妬してるのよ。やっぱり、本当に前から知っていたのね。あの子が実の娘で、自分がよそ者だと。2年間も私たちに隠していたなんて。違うわ。本当に知らないの。お母さん、誤解しないで。あの子に惑わされないで。もういいわけはいいわ。
あなたの動揺、そのごまかし、その反応が、すべての答えを教えてくれたわ。10年以上あの子の代わりに家を守り、両親に寄り添ってきたのに、どうしてあの子が戻っただけで私の全てを奪い取るの？どうして私が必死に守ってきた平穏が生まれ持った血縁と特別扱いに負けるの？今夜は部屋でしっかり反省しなさい。すべての真相がはっきりするまで。外出禁止だ。外へは一歩も出ず、これ以上問題を起こすな。どうしてあんたは生まれつき実の娘なの？すべてに愛されて、どうして私が慎重に十数年も守ってきた生活、もともとあんたのものだったけど、取り返すだけじゃなく、私を壊すの？嘘はついてないわ。本当に嘘じゃない。たまちゃん、雨に濡れないで。おばあちゃんがいるからね。誰もあなたを追い出せないわ。おばあちゃん、私が悪かったわ。もう二度と空には向かわない。たまちゃん、もう泣かないで。さあ、おばあちゃんと戻りましょう。何考えてるの？僕たちの新しい会社のこと、もうすぐ正式にオープンするね。夢みたいだよ。夢じゃないわ。私たちが一歩ずつ歩んできた結果よ。藤原グループを離れると決めてからオフィスを見つけてチームを作るまで。その一歩一歩が私たちの努力の結晶よ。そうだね。君がいなかったら、君が勇気をくれたんだ。自分が本当にやりたいことを恐れずに追求できるようにね。見て、最近の成果だよ。うちの社員たち、すごく頑張ってるわね。何か食べるものを買ってねぎらってあげましょうか。うん。じゃあ、僕が準備するよ。この間、みんな私たちと一緒に働き詰めで、何日も徹夜してくれて、本当にお疲れ様。まずは、10分休んで食べてた威力を補給して。わあ。やった私たちは共に何もないケアオフィスから今日まで歩んできました。二人だけのアイデアから今では立派なチームとプロジェクトになりました。これまでの道のりはどれも欠かせないものです。ここにいる皆さんの努力が、これは私たち全員の努力の結晶です。社員の皆さん、お疲れ様でした。明日、私たちの会社が正式にオープンします。この間、皆さんは残業してまでオープンのために多くの準備をしてくれました。私と桜井社長はしっかり見て、心に刻んでいます。10分後にオフィスで短い会議を開きます。最後に全員で細部をチェックし、漏れを修正しましょう。明日、我々のスタジオが正式にオープンします。ここまで何もないところから、ゼロからスタートし、いかなるメーカーの背景にも頼らず、近道やリソースもかかりませんでした。今後は、専門性だけで勝負し、実力で語ります。着実に進め、一発で成功をつかみ取りましょう。一歩ずつ着実に進みましょう。玉木くん、これ見て。ここの市場浸透率のデータにズレがあるわ。私たちが以前連携したチャンネルの反応と調査レポートが一致しないの。このままオープンしたら、プロモーションに穴ができやすいわ。再確認して修正しないと。気づいてる。統計のミスだ。今夜、一緒に見直そう。すべての調査データをチャンネル1を整理し直す。徹夜してでも完璧に仕上げよう。少しの不安も残せない。やっと終わったね。そうだね。また徹夜しちゃったみたいだね。このプロジェクトが終わったら、ご馳走してもらうからね。
これから先、苦楽を共にし、支え合い、互いを深く敬い、日々を共に愛も、真心で向き合い、生涯添い遂げる、時が流れても、愛は決して変わらない。永遠にそばにいる。昔の僕は思っていた。人生に歯憎しみと、策略と暗闇しかないと。生きる唯一の意味は正義を取り戻し、恨みを晴らすことだと。以前の僕は暗闇に囚われ、憎しみに満ち、果てしない暗闇で孤独にもがき、救いはなかった。でも君は、幼い頃から虐げられ、味方もなく、愛されずとも、優しく強かった。嵐を乗り越え、僕のすさんだ世界に現れて、どん底から救い出し、光を与え、優しさをくれた、そして教えてくれた。人の一生は、ぬくもりと愛のためにあると。僕のこれからの人生、共に歩むのは、君だけだ。私も昔は、私の人生は孤独なんだって。あなたに会うまで知らなかった。私を心から思ってくれる人がいるなんて。暗闇にいた私たちがお互いを救い出したの。あなたを信じてる。私たちなら大丈夫。これからは共に歩み、どんな時もずっと一緒にいようね。これからは、僕が君の支えになり、君だけを愛し、平穏な日々を約束する。もう二度と一人で抱え込まなくていい。どんな嵐も僕が防ぎ、一生君を守り抜く。